皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。実は私はちょっと先週、風邪をひいていました。はい。少しのね、風邪ではなくて、しっかり寝込んでしまいました。寝込むっていうのは、ベッドにいて、もう他に何もできなくなってしまうことですね。はい。実は今、パラグアイは冬で季節の変わり目なんですね。そう。だから、ある日、すごく気温が高くても、次の日、10度も15度も気温が下がるみたいなことが起こります。先週、ちょうどそんなような日で、前日まで20度くらいあったのが、次の日の朝には8度くらいになっていました。ね、空気もすごく乾燥していて、一気に喉がやられてしまいました。喉がヒリヒリ痛み出しました。で、喉が痛いけど、まあもう、ちょっと薬飲んだらすぐ治るかなって思っていたんですよね。でも、どんどん熱が出始めて、37度、38度くらいまで上がりました。まあ熱があるとね、本当にしんどいですよね。38度くらいになると、もう頭も痛いし、食欲もなくなってしまって、何にもできなかったですね。本当は、もう、せっかくもうベッドの上でゴロゴロするんだったら、見たかったドラマとか見ようかなって思っていたんですよね。YouTube で見たい動画とか見まくろうって思っていたんですけど、なんか、しんどいですね。頭が動かないと動画って見ていても面白くないんですよね。そう。話に集中できなくて、結局4日間くらいベッドの上にいたんですけど、全然楽しいドラマは見れなかったですね。ぼーっと画面を見て気づいたら寝落ちしているみたいな4日間でした。はい。まあでももうだいぶ良くなって、今日はもうマラソンできそうなくらい元気です。はい。皆さんは風邪をひいたらどうやって何を食べて元気になりますか？日本だったらだいたいお粥とかスープとかを食べますね。お粥っていうのはお米を柔らかく煮て消化にいいようにして食べるものです。卵を入れたり、梅干しっていうね、酸っぱいやつを入れたりして、食べやすくして食べます。でもね、今回私はお粥はちょっと食べたい気分にならなくて、生姜を入れたスープとかを飲みました。でもね、食欲も出なかったな。なんか、お菓子とかは食べたんですけど、私結構年中お菓子は食べれる人で、あんまり、栄養が取れなかったですね。はい。まあでも元気になってよかったです。今日久しぶりになんかこう YouTube のことができるなと思ってすごく嬉しいです。朝はね、結構雨が降っていて寒かったんですよ、すっごく。でも、やっと太陽が出だして、こうやってね、カメラを回して撮れます。いつも私は iPhone のカメラを使っているんですよ。で、だからね、光がないと本当に真っ暗になって見えないので、やっとね、本当光が出てきてくれてありがとうっていう感じです。はい。じゃあ、今日もまた1時間くらいゆっくりと話をしていきたいと思います。ぜひ皆さんも自分の作業をしながらとか、
ゆっくりとリラックスして聞いてもらえると嬉しいです。はい。今日もね、いくつかトピックを、用意していて、まず、挨拶について話をしたいと思います。挨拶、皆さんの国ではどうやってしますか？例えば、友達とか知り合いに会ったとき、どうやって挨拶しますか？日本だと、こんにちは。こんにちはって実際そんなに言わないんですよね。元気とか、久しぶりとか、そういう感じで、ちょっと離れた状態で手を振ったり、ちょっと軽くお辞儀をしたり、それくらいですね。例えば、パラグアイとか、南米の他の国とか、ヨーロッパだと、また全然違いますよね。ハグをして、キスをするっていうのが普通の国も多いと思います。今日はこの、ハグとキスをして挨拶をするっていうことについて日本人はどう思っているのかっていうのをね、話したいと思います。日本人はっていうか、私はですね、一個人の私の感想です。はい。で、もちろんね、いろんな映画とかドラマとかで、挨拶をするときに、欧米の人たちは、ハグをして、キスをしてっていうのをするっていうことはね、知っていました。でもやっぱり、引っ越してから受けるカルチャーショックみたいなのもあるんですよね。まずね、全く知らない人でもやるんだっていう、初めて会った人にでもするんだっていうのが結構カルチャーショックでしたね。むしろはじめましてっていうのの、会えて嬉しいっていう気持ちを表現するのに、パラグアイはハグして、2回ですね。左右1回ずつチークキスをします。これがすごくびっくりしましたね。仲いい人ならまだ理解できる感じがします。知っている人だし、やりやすいなって思うんですけど、初めての人で、やっていいんだっていうのがちょっと驚きましたね。あとは、男女でもやるんだっていうのもびっくりしましたね。多分男同士はやらないんだと思う。多分。でも、男女だったらやるんですよね。やっぱり日本ってすごく男性と女性が分かれているじゃないけど、やっぱ壁が結構あると思うんですよね。なので、それを家族でもない男性、異性にそこまで近づくっていうことが日常生活で全くないので、難しいですね。そう。で、私もね、引っ越ししてきて、もう2年以上前の、2年以上前には、かなり、ドキドキしていました。どういう時にハグしたらいいんだろう。で、ハグ、される時に、どういう風に、受けたらいいんだろうみたいな。体はどういう風に反応したらいいんだろうみたいなのをすごく困っていましたね。そうそう。でもね、やっぱり緊張感みたいなのって相手に伝わるんだと思いますね。最初の方は全然そういう機会がなかったです。多分、この現地のパラグアイの人たちも、アジア人はそういう文化がないっていうことを大体知っていますよね。だから、遠慮してくれたんだと思います。例えば、
10人くらい、人がいる状況とかで、私以外がみんな、オラーとか言いながらハグをしているのに、私だけスキップされて、オラーって会釈だけされるみたいな状況もありましたね。そう。で、私はその時、よかったって思う気持ちが半分。あとは、私だけしないんだっていう寂しさみたいな気持ちが半分でしたね。そう。よかったっていうのは、やっぱり、ちょっと恥ずかしい気持ちがあるし、どうやってやったらいいか、うまく対応できない気がしていたので、安心した気持ちですね。うん。で、あと、寂しい気持ちは、やっぱり仲良くなりたいとか、挨拶をしたいっていう気持ちはあるのに、それができなかったっていうことに対して、寂しい気持ちですね。そう。で、2年経ってですよ。最近はどうかっていうと、慣れました。見事にその文化に慣れてきましたね。なんか、やっぱりね、待つだけじゃダメなんだっていうことが分かってきたんですよ。なんか、例えば友達とかに、今日はありがとうみたいな、会った時もそうですけど、会った時と別れる時とかに、なんていうか、ありがとうとか、こんにちはみたいな気持ちを表す、姿勢が大事なんだなって思ったんですよね。例えば、オラーって挨拶した時に、こうやってずっと立ってるだけだったら、向こうも、しないんだってなるじゃないですか。でも、ってちょっと前に行くみたいな。前に行く姿勢があると、相手も、挨拶しやすい、ハグしやすいっていうことが分かってきたんですよ。で、私もやっぱり、文化に馴染みたいっていう気持ちがあるので、それをね、実践するようにしました。ちょっと体を前に出す。私は大丈夫ですよ。私はアジア人だけど、パラグアイ流の挨拶できるよ、みたいな感じをね、出すようにしています。はい。そうですね。まだ、全員とはできないですけど、大体結構いろんな人とね、挨拶できるようになって、ちょっと嬉しいですね。はい。ちなみに、これなんか私が、ずっとこの話してますけど、きっと多分その文化がある人からしたら、いや、当たり前でしょ、みたいな思ってると思うんですけど、日本では、やらない方がいいと思います。もちろん、例えばインターナショナルスクールに行っていた人とか、海外に住んだことがある人、海外経験が多い人とかはいいと思いますよ。全然、そういうキスとハグの挨拶に慣れていると思います。でもね、もう95%以上ぐらいの人が慣れていないので、やらない方がいいですね。もし、いきなり、挨拶していて、ハグをされそうになったら、多分かなりびっくりする人がいると思います。やめてってなる人も結構いると思います。で、まだ、ハグなら結構、我慢できるよっていう人も、キスはね、本当にやめてってなる人も結構いると思うので、ぜひ気をつけてください。なんか日本でそういう、友達同士とか、知り合い同士で近づくっていう、すっごく近づくっていうことって、あんまりなくて、例えば、スポーツをしている人とかね、はもちろん、
勝った時に嬉しくてハグするとか、そういうのは全然普通ですが、日常生活ではないですね。はい。皆さんはどうですか？皆さんは、日本に来た時にちょっとそれで恥ずかしい思いをしたとか、そういう経験はありますかね？はい。ぜひ教えてくださいね。はい。で、そうですね。6月になりましたね。もう6月。早いですね。6月。6月といえば、梅雨の時期になりますね。雨のシーズンが日本では来ます。雨のシーズンになるんですけど、実は結構もう5月の後半くらいから日本は雨が増えて、6月の中旬くらいには梅雨が終わるような、地域もありますね。はい。日本の梅雨の時期は結構大変で、毎年ね、何かしら災害が起こっていたりします。雨が増えすぎて川が溢れてしまったり、山が崩れてきたりとかして、災害になってしまうこともあります。なので、この時期に日本に行く人とかは、本当に気をつけてくださいね。そう、最近でもあれですね、地震も起きましたね、日本では。北海道で地震が起きていて、余震に気をつけてくださいっていうニュースを見ました。気をつけてください。はい。で、6月といえば、皆さんは何を想像しますか？私はね、そう、6月のこのポッドキャストで話そうと思っていたのは、ジューンブライド、結婚式について話したいと思います。はい、ジューンブライドって、英語でありますよね。6月の、花嫁さんっていう意味かなと思うんですけど、はい。皆さんの国では、6月の結婚式がいいよみたいな風潮、考え方はありますか？で、私もジューンブライドって、名前は知っていたので、なんかどういうことなのかなっていうのを改めて調べてみたんですよ。そしたら、ヨーロッパで、6月に結婚すると縁起がいいみたいな風に言われていたことから、ジューンブライドっていうようになったようですね。で、日本では、実は、6月って梅雨なので、あんまり結婚式に向いている月ではないんですよね。どっちかというと、6月に結婚式をするのはやめておいた方が、いいよって言われる月ですね。結婚式を予約していても、キャンセルしないといけなくなったりするので、他の月の方が人気ではあります。でも、ジューンブライドってよく聞いたりするので、6月にあげる人もいます。どうやら他の月より人気がないから結婚式場が売り上げが下がってしまいますよね。そう、売り上げが下がらないようにジューンブライドっていう言葉があるよ。ジューンに結婚式を挙げるといいよみたいな風に宣伝したことで、ジューンブライドっていう言葉がすごく有名になったみたいです。はい。皆さんの国の結婚式と日本の結婚式って結構違いますよね、きっと。でも私はね、かなりたくさん結婚式を経験しましたね。20代の中盤から後半にかけて友達たちの結婚式ラッシュがあったので、
いろいろな結婚式を経験しました。なので今日はこういう結婚式が日本にはあるよっていうのを話したいと思います。はい。まず、結婚式のスタイルですね。スタイルについて、日本で一番人気の結婚式のスタイルは、チャペルウェディングが人気だと思います。はい。教会で結婚式を挙げるとか、結婚式場に本物のチャペルというか、結婚式場内に作られたチャペルで、牧師さんがいて、あなたは、二人は愛を誓いますかみたいなのを、言って愛を誓うみたいなスタイルですね。そう、これが結構人気です。はい。で、あとは日本風のスタイルの式ですね。まず一つには神前式。はい。神の前の式という神社でやる式がありますね。はい。あとは、仏様の前でやる式と書いて、仏前式というのもあるようです。私はね、仏前式は行ったことがなくて、神前式は見たことがあります。はい。神前式は、その神社の神主さんが主に司会をして進めていくんですけど、なんかお酒を三三九度って言って、大きいお皿に神聖なお酒を入れて飲むとか、巫女さんがみんなの前で舞を踊ったりとか、いくつもね、ステップがあって、チャペルコンとは全然違うスタイルですね。はい。それもすごく面白いですね。はい。で、最近、このチャペルウェディングでもなく、神前式でもなく、仏前式でもなく、新しいスタイルとして、神前式というのがあります。はい。神は人。で、前は前。式はセレモニー。なので、人の前でやる式。で、神を信じてない。で、クリスチャンでもなく、仏教徒でもないような人たちが、私たちは、神や仏に祈るのではなくて、今日来てくれた皆さんの前で二人の愛を誓いますっていうスタイルですね。そう、最近やっぱり日本の若者は無宗教の人がすごく多いので、やっぱその結婚式のスタイルも無宗教にしたいっていうニーズがすごくあるんですよね。なので、私もその人前式に何回か行ったことがあります。それは、司会の人が、それでは、この二人を皆さん、二人の結婚を皆さんの前で誓いたい、なんだったっけ。二人は皆さんの前で結婚の誓いをあげますみたいな感じで、すごくゲストが見守る中でみたいなことを強調しますね。そう、すごく新しいなと思いながら、でも、日本人に合っている式だなっていうふうに思いますね。はい。あと、チャペルコンの話で言うと、結構面白い話があって、なんかチャペルっていつも牧師さんがいるんですよね。男性の牧師さん。で、その牧師さんが日本語でアナウンスすることってすごく多くて、みんなちょっと片言なんですよ。日本語がちょっと苦手みたいな感じなんですよ。例えば、新郎は
新婦のことを一生愛し抜くと誓いますかみたいな喋り方の人、すごく多くて、で、私は単純に、あの人は日本語がまだ完璧じゃないんだなって思っていったんですけど、実はそれはなんかわざとやっているらしいです。ね、不思議ですけど、そう、ちょっとこう、外国人っぽさを出すために、本当はペラペラで、日本人みたいに話せるんだけど、少し日本語が苦手そうに話すのがなんか、ポイントらしいです。で、しかもね、そのチャペルで、こう、働く牧師さんの中には、アルバイトとして、牧師役をやっている人も結構いるみたいですね。プロフェッショナルの牧師さんではなくて、はい、じゃあ今週の土曜日、結婚式があるので、バイトの誰々さんは8時に来てください、みたいな感じで呼ばれていく人も多いみたいです。ね、びっくりですよね。はい、そういうことがあるみたいです。で、結婚式が終わったら、日本はだいたい披露宴というパーティーをやります。はい、パーティー。結婚式はね、もう喋ったりとか、新郎新婦と喋るっていう感じではないんですよね。本当にセレモニーなので、みんな、その新郎と新婦が、誓いをするのをみんなで見るっていう感じです。うん。その後、写真撮影があったりもするんですけど、会場を変えて、たくさん、テーブルと席が並んでいる場所に移動します。それで、なんか、乾杯をして、食事が出て、で、楽しく話すっていうパーティーがありますね。披露宴と言います。うん。この披露宴も本当に、いろんなスタイルがあって、何が各披露宴で違うかというと、余興が結構違いますね。余興。余興というのは、ゲストの人とかが、やる、なんて言ったらいい、エンターテインメントみたいなものですね。はい。例えば、友達の挨拶とか、友人代表挨拶みたいなのだったら、友達が手紙を書いてきたので、読んでもらいますとか言って、前に行って、マイクの前で、誰々ちゃん、結婚おめでとう。私とあなたは5歳からの中で、みたいな風な、手紙を読むパターン。はい。で、感動的で、みんな泣くみたいなこともあります。で、あとは、若い人たちの結婚式だったら、踊ったりするのもすごくよくありますね。はい。友達たちが5人くらいで練習したダンスを披露します。みたいなので、その時の流行りの曲とかに乗せて、踊ったりします。うん。あとは、感動的なムービー、動画を作ってきたので見てくださいとか言って、例えば、新郎新婦の職場の人50人からメッセージを動画でもらって、それを編集でくっつけて、おめでとう誰々さん、おめでとう誰々さんみたいなのを流すっていうスタイル、もありますね。はい。うん。私はね、結構いろいろやったことがあって、この動画を作ったこともあるし、
踊ったこともありますね。あとは、手紙を読んだこともあります。そうだな。踊ったことは結構何回もあるかもしれない。そうそう。若い時の、結婚式は踊ったことが結構何回もありますね。はい。あとは、よくあるのは、新婦、花嫁さんからお母さん、お父さんへの手紙とかもすごくよくあります。なんかこれね、結構不思議で、花婿、男性側から親への手紙って少ないんだけど、女性から親への手紙っていうのはよくあるんですよね。で、この手紙が結構泣けるのが多くて、披露宴は泣きながら終わるっていうのもよくあります。はい。なんか、多くの結婚式で、やっぱり私もすごくこう、幸せな気持ちになるし、感動するんですよね。私も本当に結婚式に呼ばれるの大好きで、いつもね、幸せのお裾分け。お裾分けっていうのは、分けてもらうっていうことです。幸せを分けてくれてありがとうという気持ちでしたね。で、あとは、なんか、すごくお金はかかるんだけど、セレブな人とかは芸能人に来てもらって、例えば漫才をしてもらうとか、歌を歌ってもらうとか、そういうこともごくたまにあるみたいですね。私はそういうのを経験したことがないですけど、有名な人に来てもらって、そういうエンターテインメントをしてもらうっていうのもあるようです。はい。じゃあ、披露宴はこんな感じで、披露宴の後、さらに二次会をする人もいます。二次会っていうのは、披露宴の、なんか、おかわりみたいな感じです。披露宴をもう一回、こう、メンバーを少し変えてやるものっていう感じです。同じ日にやることが多いです。で、なんで二次会をやるかっていうと、結婚式と披露宴をやるのってすごくお金がかかるんですよね。料理もフレンチのコースとかが出てくるので、結構ゲスト一人一人呼ぶのにもすごくお金がかかるので、呼びたい友達を全員呼べないこともあるんですよね。例えば100人、100人だったら、100人呼んだとしたら、30人くらいが自分のその親族、ファミリー、親戚とかで、あと残りの70人を35人、35人で、その新郎と新婦が友達を呼ぶみたいな感じになることがあるんですけど、もしすごく友達が多い人だったら、もっと友達呼びたかったのに35人しか呼べないのか、みたいになりますよね。そう。で、だから、じゃ35人に入らなかったけど、私たちのことをお祝いしてって言って、さらに15人とか20人とかを追加で二次会に呼ぶっていうことがよくあります。で、この二次会は、居酒屋とかね、なんかバーみたいな、バーレストランみたいなおしゃれなお店とか、いろんな、スタイルがありますね。はい。で、その二次会は本当に飲み会みたいな雰囲気のものもあれば、ゲームをやって、ゲームで勝った人が商品をもらえたりする、パターンもありますね。で、その二次会で、新郎新婦は、さらにね、もう一回別のドレスを着たりする人もいたり、
もうちょっとカジュアルなワンピースくらいで現れたりすることもあります。はい。まあもう結構、その自分たちのやりたいスタイルみたいなのが様々なので、本当にそうですね。私もなんかいくつか二次会は行ったことがありますが、みんなスタイルが違って面白いです。はい。こんな感じかな。で、皆さんが気になる日本の結婚式の話で言うと、お金のことですね。まず、結婚式と披露宴っていうのは基本的にセットで行われるんですけど、そこに参加するためのお金として、ご祝儀というものがあります。ご祝儀。これは、基本的に1人3万円がいいと言われています。3万円。これは、絶対的なルールではなくて、2万円にしたり、1万円にしたりする人もね、もちろんいます。その時、3万円用意できる人ばかりじゃないと思うので、別にいくら渡しても、なんか怒られるとかいうことではないんですよね。一応3万円くらい持ってきてねっていう感じです。で、例えばそれが上司だったり、上司が呼ばれたり、親戚が呼ばれたりとかすると、もっと金額が上がったりしますね。5万円とか10万円とかを渡す人もいます。はい。そう、この、ご祝儀を、まず渡さないといけない。で、あとは、なんだろう。あと服装とか。服装は、いろいろやらない方がいいルールみたいなのもあるみたいですね。例えば、なんか動物のファーを使ったものはあんまり結婚式に適切じゃないとか、あとは肌を見せつけるのは、見せすぎるのは良くないとか、そうですね。あとは、花嫁が着るから白い服は避けた方がいいとか、いろいろ細かくルールみたいなのがあります。でもね、もう最近は服装は自由に着てくださいとか、派手でも全然いいよっていう結婚式も多いので、あんまり気にしすぎなくてもいいかもしれないですね。はい、こんな感じで結婚式どうでしょうか。なんか日本で結婚式参加するの難しそうって思いますよね。そう、私も最初結婚式行くときは本当になんか準備することが多すぎて大変だなって思っていましたね。まず若い時に3万円用意するってすごく大変だし、1ヶ月に2人結婚式があるとかもあるんですよね。友達2人結婚式。で、しかも同じ県で行われるわけじゃなくて、1人は東京、1人は大阪とか、そういうこともあると、お金が大変。結婚式貧乏って言われたりもしますね。結婚式に呼ばれすぎて貧乏になるっていう言葉があるくらい大変です。女性はヘアセットを美容院でしてもらったりもするので、いろいろね、本当にお金がかかるんです。はい。皆さんの国の結婚式はどんな感じですか？はい。なんか、すごく面白いですよね。多分、文化圏によっては、招待されなくても行っていいとかいう結婚式もあるって聞きましたね。
なんか隣の家で結婚式やってるらしいから行くみたいなノリで結婚式に行っていいところもあるみたいですね。日本じゃ絶対ダメですけど、面白いですね。はい。じゃあ、こんな感じで結婚式の話は終わりたいと思います。最近のじゃあ、私の話をしたいと思います。最近、今更すぎるんですけど、イカゲームを見たんですよね。イカゲーム。韓国のネットフリックスのドラマです。皆さん知っていますか？すっごく有名なので、聞いたことくらいはある人が多いんじゃないかな。今までのネットフリックスの作品で一番くらいヒットしたみたいなニュースを見ました。で、私もね、ずっと前からイカゲームって日本で流行ってるっていうのは知ってたんですよ。結構いろんな人がイカゲーム面白かったって言っているなぁとは思っていました。でも、私はこれまであんまりドラマを見ないタイプだったんですね。なんか例えば8話とか、10話とか、そんなのもう見てられないって思って、時間ないって思って見てこなかったんですよね。でもなんか最近、やたらネットフリックスでイカゲームの話をなんか見るようになって、イカゲームの広告みたいなのを見るようになりました。だから、見てみるかと思って1話を見たらめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですね。知らない人にちょっと説明すると、デスゲームなんですよ。ゲームをしながら人々の命がこう失われていったり、助かったりするやつで、本当に簡単に言えば。主人公の、ソン・ギフンさんっていう人は、すごく借金があって、で、その借金でもう人生終わりだみたいになっている時に、そのゲームの誘いが来て、で、誘いに乗ってゲームに参加するんですよ。で、まさかそんなデスゲームだなんて知らないから、最初はお金がもらえるっていうことだけ期待してゲームに参加しました。それでゲームが実際始まってみると、韓国のすごく伝統的でみんなが知っているゲームから始まっていきます。この最初のゲームがだるまさんが転んだって言って、日本でももう全員遊んだことがある、絶対全員遊んだことがあるゲームなんですよね。そう。だから、みんなね、多分日本人は、あーってすごくこう親近感が湧いたと思いますね。で、その、だるまさんが転んだの最初のゲームで、うわ、こんなに、こう、人が消えていくんだっていう、のに気づいて、だんだんそのゲームのやばさに気づいていくんですけど、なんだかんだ言いながら、そのゲームを続けていってしまうっていうお話です。はい、簡単に言うと。そう。で、私ね、怖い話結構苦手だから、最後まで見れるかすごく心配していたんですけど、なんか、ストーリーがすごくテンポが良くて、なんか気づいたら3日間くらいでシーズン1とシーズン2を見終わってましたね。うん。あの、この、なんていうか、あらすじざっくりとしたストーリーだけ聞いても、
私はきっとハマらないだろうなって思っている人いると思うんですけど、ぜひ第1話だけでも見てほしい。なんか、あっという間に、世界に入るんですよ。うん。で、あとなんか、すごく私が面白いなと思ったのは、韓国のなんか文化を改めて見ることができて、とっても面白いですね。うん。私はもう韓国に行ったのが10年以上前なので、あんまり詳しく韓国文化を、見ることってなくて、でもなんか、韓国の食事が出てきたり、韓国のそういう昔ながらのゲームが出てきたりして、すごく興味深いですね。日本に似ているゲームもあって、やっぱりなんか文化的にすごく似ているんだなっていうのを感じることもできます。うん。あとやっぱ韓国語って本当に耳に優しい、優しいですよね。どうなのかなこれは、わからない。みんなはどう思うかわからないですけど、韓国語って、すごく可愛い響きですよね。うん。なんか聞いていて、すごく気持ちいい。耳が喜んでいるっていう感じがして、すごくいいです。で、イカゲームを、そのシーズン2まで見終わって、わあ、もうなんか、シーズン3早く見たいわーって思っていたら、なんと、6月の末にシーズン3が出るらしいです。ああ、そういうことかーっていう。通りでなんか最近すごくイカゲームの広告を見ると思ったら、ああ、なるほど、シーズン3が出るからかって、その時に気づきました。はい。嬉しいですね。うん。結構日本の、イカゲームファンは、そのイカゲームのシーズン3を見るために毎日頑張っていますっていう人もいるみたいです。はい。ね、世界中にファンがいるイカゲームのシーズン3どうなるんだろう。はい。すごく私は楽しみにしていますね。はい。で、ネットフリックスつながりで、最近、あの、自分の英語とかスペイン語の勉強にネットフリックスを使うって、やっぱりいいなーって思いましたね。簡単ですごく楽しいなって思い出して、最近は、カサンドラっていう新しめのドラマかなでスペイン語を勉強していますね。スペイン語を字幕にして、スペイン語の音声にして、で、真剣に聞いています。多分、真剣じゃなくてもいいのかもしれないけど、私はもう、すごく、真剣に見て、知らない単語とかがあると、すぐに止めて、調べて、書いてとかいうスタイルで見ています。うん。なんかあの、適当に聞き流しても勉強にはなると思うんだけど、うん、なんかせっかくなら単語とかも覚えたいなって思ってやっています。うん。皆さんは最近はどういうふうに日本語を勉強していますか？うん、私のポッドキャストとかはみんな聞き流しているだけなんですかね。どうやってみんな私の動画を使ってくれてるんだろう。わからない単語とかを書き出したりしている人もいるのかな。なんかコメントで、書き取りをしていますっていう人がいましたね。そう。ディクテーションをしていますっていう人がいて、
なんか私と似てるって思ってちょっと嬉しかったですね。聞き取りをするって、私の中ではすごく効果がある勉強方法で、おすすめといえばおすすめなんですよね。やっぱりなんか文章を耳で聞いて書き取るってものすごく大変なことで、まず聞けないといけないし、それを頭の中で記憶しないと書けないじゃないですか。ね、書いている途中でもうスーって流れていって忘れてしまうので、何回も何回も音声を聞いて書くってすごく勉強になると思うんですよね。で、非効率に思えるけど、その非効率が勉強する、なんていうか、自分の力になっていくんだと思います。はい。私は書き取りはすごくいい勉強方法だなと思っています。もちろんでも、私のその動画をただただリラックスのために聞いてくれている人も多いと思うので、もう好きに好きに使ってください。はい。勉強方法、言語の勉強方法って皆さんやっぱりすごく気になりますよね。どれが効率的なんだろうとか、どれが結局早く言語をマスターできるんだろうとか、気になるところだと思います。で、私はもう英語とかは20年以上で、スペイン語はこの2年半くらいですけど、いろいろな勉強方法を試してみて、結局早く効果が出るのって、自分が納得してやっている勉強方法だと思います。ちょっと具体的じゃなくて申し訳ないんですけど、納得しているっていうのは、頭でも、これは効果があるって理解していて、そして、勉強しながら不安にならない勉強方法じゃないかなと思います。というのも、例えば、私がいいと思っている勉強方法に、作文とディクテーション、シャドーイングとかがあるんですけど、これって、本当にこれで効果があるのかなって思いながらやるには結構ヘビーな勉強方法ですよね。だから、なんか毎日自分で勉強しながら、このやり方でいいのかなってやってると続かないと思うんですよね。例えばもう1週間くらいやってみて、なんか、楽しくない、なんかちょっと成長している実感がないって思うなら、次の、勉強方法を探してもいいんじゃないかなと思います。例えば、私の経験談を話すと、私がスペイン語をゼロから勉強した時って、作文をめちゃくちゃやってたんですよ。作文を100日間、ハロートークで書いて、ハロートークのタイムラインっていうところがあるんですけど、そのタイムラインに100日間載せ続けました。で、そうするとめちゃくちゃ間違うんですよね。で、毎日毎日すっごく間違えて、それを訂正してもらっていました。ハロートークってね、そうやって見た人が修正できるんですよね。間違えてるよって教えてくれるんですよ。それで間違えたところを覚えるっていう作業の繰り返しをしていたんですよ。で、それをね、もう1週間やっていると、もうこれはめちゃくちゃ
自分の力になるって実感できたんですよ。ね、だってそうですよね。間違えたところを繰り返していくわけですから、だからね、同じ間違いを何回もやっていたら、さすがにみんな覚えていくし、これで私は100日やったら、きっとすごくレベルが上がるなって、自分で納得できたんですよね。そう。なんかこんな感じで、自分で自分の勉強方法に自信を持つと、すごくモチベーションが上がりますね。そうそう。あと、その作文で私は文法をすごく勉強できたと思っていて、あと、発音とか、実際に声に出すスピーキングの練習はシャドーイングでやったんですよ。で、シャドーイングも、シャドーイングを練習して、そして外で実際に実践するっていうやり方が、すごく自分に合っているって実感できた。納得できたので、その方法を続けました。皆さんは今の自分の勉強方法が自分のためになっている、実感はありますか？例えば、半年間効果がわからないな、成長しているかなって不安になるような勉強方法は、ちょっと見直してもいいんじゃないかなと思います。ね。難しいですよね。昔ね、日本でも聞くだけで英語がペラペラになりますよっていう学習方法があって、なんかすごく CM とかも出てたんですよね。今もあるのかな。で、当時は聞くだけでなんて、もう聞くだけでペラペラになんかならないよっていう人がすごく多くて、私も、いや、そんなことはないなって思ってたんですけど、今、すごく聞き流し、イマージョンって見直されていますよね。見直されているというか、すごく大切ってみんな思っていることなので、なんか、当時のその納得感がないまま、それを続けていた人が今どうなっているか、ちょっと聞きたいところではあるんですけど、未だにね、でも私はイマージョンだけじゃペラペラにはならないんじゃないかなと思っているんですよね。もしペラペラになったよっていう人がいたら教えてほしいんですけど、語学がペラペラな人って少なからず結構勉強しているんじゃないかなと思うんですよね。皆さんはどう考えていますか？はい。じゃあ今日はこんな感じでまたいろいろと1時間ほど喋りました。はい。ぜひ感想をコメントに書いてもらえると嬉しいです。では今日はこれで終わります。チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。ペイトリオンでは今日のトランスクリプトもゲットすることができるので、そちらもぜひ見てみてください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。